これはとある2階建ての注文住宅ができるまでの物語。これ高いとこ怖くないですか？慣れこれ、うわすごい。こういう作業何を考えながらやってるんですか？ぼーっとしながら彼らは町の工務店の工事を請け負う職人たち。コーヒーはうまいわよ。撮影は9月下旬。名古屋のおじさんズイレブンはいかにして家を作るのか。ベテラン大工の心意気がわかる7つのルール。主人公たちは1台の車に相乗りしてやってきた。セブンイレブンのコーヒーを持ち、さっそうと車を降りる彼らこそ、その道40年のベテラン大工、名古屋のおじさんズイレブン。10代の時の同級生だという。なんで俺もないの？こんな朝早くから俺としかもかかるな、希望にこちらが今日のもう主人公だ。親方ここ。親方。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水谷がかっこいい。田中君。誰だかな。安全を祈願して乾杯したいと思います。バイバイ。この日は施主にとっては一大イベントとなる上棟。住宅の骨組みとなる柱や梁を組んでいくのだが、これでもう完全に密閉されちゃうの？外は中はこれで空気が通ってるから。一級建築士なのに現場が大好きな愛知の工務店の社長は住宅設備を説明している。換気の空気がちゃんときちっとどこでも回るっていう。だからここの人にそう全部入ってる。噛んでるなと思って。はい。職人にせっつかれてしまうこともしばしば。午前8時半、作業開始。柱がカポってはまるんですね。金物工。この住宅では柱や梁などの構造物を金属のピンを打ち込み固定させる金物工法を採用。クレーンで持ち上げた長さ6メートルもある通し柱も固定し、柱と横の部材梁をつなげていくのだが、その際も黒の金属プレートにはめ込んでいく。梁の反対側にいる大工とタイミングを合わせ、入りづらい場合は柱を木槌で叩き、梁を指定の場所へ。金物工法はさ、予算高いんだけどね。あ、じゃあ材料が高いんですね。金物が高い。なのでみんなこれを予算ないとボルトでやるときがあるってことで。大工が柱や梁をボルトだけで締める従来工法と違い、金物同士で接続させるこの工法は緩みにくいため、地震の揺れなどにも強いのが特徴。これ高いとこ怖くないですか？慣れ子供の頃から好きだったからさ。本当ですか？落ちたことないんですか？ある骨折ぐらい？骨折したよ。こういうとこじゃなくて屋根から落ちた。かかとの骨折。ここで元請社長、職人に負けていられないと作業を手伝うとのこと。あ、ごめん。社長に物申すのもなんですけど。さすが社長。作業開始から2時間、1階の柱と梁が全て入り、2階の床材まで置いたところで1回目の休憩に。こういう感じで。パンタもあるじゃん。まずはこうだ。それで車運転しようって怖くない？遠くは見える。下を見るときはこうやって見るわけでしょ。近くを見るときは。
この辺になると見えんけど、この辺は普通に見えるんで。と同級生トークをしていたら突然雨が降ってきた。でも雨でも結構は結構って感じですか？ある程度は。ある程度は。あんまり広げたらやべえってなる。ベテランたちは無事に上等の作業を進めることができるのか。再開前に2階の床材まで置き終わっていた上等作業。ここからは2階から屋根に向けての工程。まずは柱を入れていくベテランたち。見ると彼らの腕は58歳とは思えないアームレスリングの選手のような上腕二頭筋。これまで重い建材を嫌というほど持ってきた。こっちキスみたいに。これ、うわすごい。はい。これを。使い方を間違えれば凶器にもなりそうな道具を使い床材を固定していく。スラーとは下げてという意味。1階にいるクレーンオペレーターに梁を下げてくれと大工が細かい指示を出し指定の位置にはめていく。すると作業開始から1時間。このまま大雨になれば中止だったが、季節は9月下旬。夏の終わりのにわか雨だったのだろう。休憩ってことですね、これ。お昼です。休憩じゃなくてお昼。雨上がりの街をぞろぞろ歩いてますもん。早い時は5時起床だという彼ら。その上朝から4時間近くの力仕事。午後の作業を 100% で行うためにも昼寝は必須だという。エネルギーチャージしたベテランたちは2階の梁を入れ終えたら仕上げの作業へ。それは何ですか？その銀のやつ。これが火打ちって言って面のこの横揺れを捉える。あ、じゃあ地震対策っていうか。この上にはもう屋根だけ。そう、これにつくっていう勾配っていうのを作って、それにもやっていうのを流して、でたるきやってそれに入れる。皆大工を始めたのは10代の時。そこからおよそ40年家づくりだけをやってきた。こういう作業何考えながらやってるんですか？全然ぼーっとしながら。何考えとんだろうね。意識するとわからんじゃん。最高気温が0度の時も30度の時も40度の時も心が折れそうになりながら家づくりだけをやってきた。どうですか？見てみて。すごいですね。図面で見るのと物で見るのは全然違いますね。3階建てになりそうだけど。俺らは10代の時からの友達。チームワークがいいことがルールなのだろうか。でも俺たちの一番大事なルールってこれかもしれない。なんかご家族がこう見てるわけじゃないですか。なんかどんな気持ちでこ楽しみにしてられるんだなってさ、そういうのを感じるね。うより一層丁寧にやんなきゃなっていうかね。まあまあね、常に丁寧ですけど。ああね。先生終わり。どうしますこれからもダメっていう風になってくると思う。ああ、そうなんです。
どうでしたか、こう住宅見て。綺麗で大満足ですけどやっぱみんな地震が怖かったんで、地震に強い家っていうのを希望はしてました。でこの柱は確か朝礼準対価だ。それにしたら保険料がトータルで見たらなるほどな。意外して、それ以外は割とお任せで、もうこれでどうですかっていうところで、まあもうほぼここで。まあお父さんお母さんが行って、で娘さんたち、まあ娘夫婦がいて、でその孫がいるでしょ。でそのお父さんたちがその次の子たちの幸せとか、その次の娘さんたちの幸せとか、その孫の幸せをちゃんと考えてるんですよ。そういうのをちょっといろいろ受けて、だからその高級的なデザインじゃないといかんよねっていうことですよ。でそれをモチーフにして今回こう美しく安心して落ち着けるっていうのをテーマにして、間取りだけでは幸せになれない。それと耐震性を考えなきゃいけないでしょ。高気密、高断熱、太陽光パネル、24時間換気システムは当たり前。現場にも行った。ミスもした。子供の頃から好きだったからさ。常に丁寧ですけど、ね。細かいルールはたくさんあるが、最も大切なのはお客さんは絶対に満足させる。それが俺たちの家づくり。